こんにちは。今日はとてもシンプルな形のバッグを作っていきます。作り方は長編みで円を作って、それを底にして側面もほぼ長編みで編んでいきます。長編みで編んでいくので早く出来上がります。少しだけ細編みも編んでいきます。今回中ぐらいの大きさで編んでいこうと思っています。ただこの最初の円を小さくしたり大きくすると簡単に好みのサイズに作ることができます。ぜひ好みのサイズで作ってください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのソロフィム。カラーナンバーは9番。材質はアクリル 100%、35g で約105メートル。使用かぎ針の目安は4から5。これを今回2本一緒にして8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。この糸はこんな感じでしっかりとしていて、太さは1本で約2ミリ。2本一緒にしてだいたい3ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。まず円を作ります。中心になる小さな輪を編みます。引き締めます。ここから鎖を4つ。1、2、3、4。1つ目に針を入れて輪にします。この1つ目の鎖には糸が3本。1、2、3。この2本の糸の下。上が2本で、下は1本。これで引き抜きます。もう一回引き抜いて、これで輪ができました。この輪の中に長編みをしていきます。で、まず少し大きめの鎖1つ。次から輪の中に針を入れて長編みをしていきます。長編み。これが1つ目の長編み。少し見分けにくいのでマーカーをつけておきます。これが1つ目。次も長編み。この長編みを全部で12個。長編みを12個編んできました。最初の長編みに引き抜いてつなげます。最初の長編みはこのマーカーをつけたところ、ここに針を入れて引き抜きます。これでつながりました。
これが1周目で、今引き抜いた糸、ここまでは長編みの頭なんですが、ここだけは引き抜いた糸。これは引き抜いた糸で長編みではないので、後で分かりやすいように引き抜いた糸ということでマーカーをつけておきます。くるっと編んでいくと、ここが見分けにくくなるので、マーカーをつけておきます。次も大きな鎖一つで、同じところに長編み。この糸が出ているところ、長編み。これが一つ目の長編み。またマーカーをつけておきます。同じところにもう一つ長編みをします。これで一つに長編みが2つ。次も長編みを2つ。ここに2つ。まず1、また2つ。次も2つ。次も2つ。これで1周します。次も2つ。これで1周します。これが引き抜いた糸。この手前まで全部一つに2つ長編みをします。2周目の終わりまで来ました。ここは引き抜いた糸。引き抜いた糸には編まないで、最初の長編みに引き抜きます。これでつながりました。後で見分けにくくなりそうだったら、引き抜いた糸にマーカーをつけます。次は3周目。また大きな鎖一つ、根元に長編み。これが一つ目の長編み。2周目は全部一つに2つ編んできました。3周目は2つと1つ、2つと1つ、2つと1つと編んでいきます。まずここに2つ。これで1つに2つ。次は1つに1つ。次は2つ。次は1つ。また2つ。次は1つ。
これで2つ1つ2つ1つ2つ1つ、これで1周します。この長編みの円の編み方は簡単で、この2つと2つの間のこの普通の長編みの数を1つずつ増やしていきます。1周編むごとに1つずつ増やしていきます。この数は同じで、間の長編みの数が増えていきます。何周編んでも同じ法則で編むことができます。なので簡単に好みの大きさまで円を編んでいくことができます。このまままた2つ1つ2つ1つと編んでいきます。ここまで編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。またここには編まないで、最初の長編み、次は4周目、また同じように編んでいきます。根元に長編み、で次はさっきお話ししたようにこの普通の長編みを増やしていきます。さっきは2つと2つの間に普通の長編みが1つ、今度は普通の長編みを2つにします。2つと2つの間に普通の長編みを2つで、まず1つ目の長編みのところに長編み2つ。本来この2つ編んでいく場所はちょっとずらした方が綺麗に出来上がります。ただ今回はバッグの底にするのであまり目立たないので大丈夫だと思います。数えやすい方法で編んでいきます。まず2つ編んで2つ編んで、次に1つ、もう一回1つの普通の長編み、2つ1つ1つ、次は2つ、これで2つの間に長編み2つ、次も普通の長編み2つ、これで2つ、次は2つ、でまた普通の長編みを2つ、で211、211、211でまた211と編んで1周します。4周目の終わりまで来ました。またここには編まないで1つ目の長編みに長編み、で5周目、でさっきも説明した通りに2つの間の長編みを増やします。今度は普通の長編みを3つ。まず1つ目は1つに2つ、
次から普通の長編みを3回。これで普通の長編み3回。次は V2 回。次また普通の長編み3回。で、2つ。1つ1つ1つ、2つ1つ1つ。これで1周して引き抜きます。次は、この普通の長編みを4つにします。また次は、5つ。このまま増やして好みの大きさになるまで編んでいきます。22センチ編んできました。私は7周編みました。次に側面を作っていきます。この側面の幅はこの直径の 1.5 倍ぐらい。だいたいこれぐらいになります。この出来上がりのサイズを動画の最後に書いておきます。それも参考にしてもらって好みのサイズまで底を作ります。私はこれぐらいで、次は側面を編んでいきます。次は側面。側面は全部一つに一つずつ長編みをしていきます。まず大きな鎖一つ、根元に長編み。次も全部一つに一つずつ長編みをしていきます。これで一周編んでここまで戻ってきます。一つに一つの長編みで一周編んできました。最初の長編みに引き抜きます。これで側面の1周目が終わりました。次は2周目。2周目は細編みを編んでいきます。ただ、こっちではなくて、こっち側に編んでいきます。まず、鎖1つ。裏返します。鎖の根元に細編み。これが一つ目の細編み。で、次から一つに一つずつ普通の細編みをしていきます。このまま一周します。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次は長編み。裏返して、今度は表から編んでいきます。まず大きな鎖一つ。裏返して、今表が上の状態。鎖の根元に長編み。隣にも長編み。全部一つに一つずつ長編みをしていきます。
これで一周します。で、ここまで編んだら最初の長編みに引き抜きます。次は細編み、鎖一つ編んで裏返して、裏を上にして細編みを編んでいきます。次は長編み、長編みを編んでいきます。この長編みと細編みを繰り返していきます。このまましばらく編んでいきます。最初の糸端を始末しておきます。短いので少しやりにくいんですが、この輪の周辺の厚くなっているところ、ここに針を入れて、側面を編んできました。長さはそこが終わったところから測って約16センチ、下から測ると約25センチ。ちなみに横幅は32センチ。これは横幅の方が縦よりも広くなっています。こんな感じのバランスで編んでいきます。細編みの数を数えると、1、2、3、4、5、6、7、8。最後は細編みで終わります。次にこの部分を作っていきます。この部分は今作ったところ。次にこの部分、ここにマーカーをつけて、これは横から見ると台形になっています。この台形を編んでいきます。ここにマーカーをつけて、で同じように作っていきます。マーカーをつけます。で、今まで編んできた鎖一つと長編みで編み始めたところ、ここを横にして編んでいきます。なのでこの編み始めたライン、これを真ん中にして左右同じ位置にマーカーをつけます。このマーカーは2つつけます。半分によって数を数えて2つずつつけます。多少数が違っていても大丈夫です。糸を切ります。鎖一つを編むようにして、これは後で隠しておきます。編み始めるのはマーカーのところ。どちらでも大丈夫です。2つあるうちのこちら側、左に針を入れて糸を出して始めます。で、新しい糸、同じところに針を入れます。で、ここから鎖を2つ、1、2、隣に未完成の長編み。未完成の長編みは長編みの途中まで。
2本から引き抜きます。これが未完成の長編み。鎖2つと未完成の長編み。一度に引き抜いて、細長い三角ができました。この始めでは三角を作ります。次から一つに一つずつ長編みをしていきます。普通の長編みをしていきます。で、今三角を作ったところにマーカーをつけておきます。で、長編みを続けます。で、次のマーカーのところ、ここでまた三角を作ります。ここまで長編みをしていきます。ここからスタートしてマーカーの手前まで来ました。ここでまた三角を作ります。ここに未完成の長編み、ここにも未完成の長編み、三角を作ります。まずマーカーの手前、もう一つはマーカーのところ、一度に引き抜いて三角。この三角を続けていって斜めのラインを作っていきます。で、次は細編み。裏返して内側から細編みをしていきます。まず細編みをするので鎖一つ。裏返して内側から編んでいきます。で、この細編みでも三角を作ります。こことここで三角。細編みの途中、糸を出しました。次も細編みの途中。この3本を一度に引き抜いて小さな三角。後で見分けにくくなるのでマーカーをつけました。次から一つに一つずつ普通の細編みをしていきます。細編みを続けていって、ここでまた三角を作ります。なのでここら辺まで続けていきます。端まで来ました。またここに小さな三角。まずここ。次はマーカーのところ。一度に引き抜いて小さな三角。次は長編みで三角を作ります。長編みの三角の時は鎖2つ。1、2、裏返して外側から編んでいきます。で、隣に未完成の長編み。鎖の根元はここ。その隣に未完成の長編み。一度に引き抜いて三角ができました。次から一つずつ長編みをしていきます。
このまま長編みを続けます。ここでまた三角を作ります。ここまで編んでいきます。長編みで端まで来ました。またここで三角を作ります。未完成の長編み。次はマーカーのところ。一度に引き抜いて三角。さっきと同じです。ずっとこれから同じように編んでいきます。次は細編み。鎖一つ、裏返して、で、細編みの小さな三角。で、また細編み。さっきと同じです。このまま細編みを続けて、またここで小さな三角。こことマーカーのところ。で、小さな三角。次は裏返して、長編みの三角。鎖2つと未完成の長編み。三角を作って、この端でも三角。で、裏返して、また細編みを編んでいきます。これを繰り返していきます。これでしばらく台形を作っていきます。反対側も同じです。このマーカーがあるうちのこちら側から糸を出して、で、三角。こちら側でもこことここで三角で同じように台形を作っていきます。このまましばらく続けていきます。ハンドル部分になる台形を作ってきました。この長さは私の場合は約18センチ。細編みの段数を数えると1、2、3、4、5、6、7、8。これは糸の太さによって変わってきます。私は18センチで、最後の幅は6センチ。これは好みの幅にします。ただ、この部分は使うときに伸びて、少しこの状態よりも細くなるので、それも含めて考えます。私はこの6センチにしました。これをつなげて肩にかけるので同じ数にします。私は9個。こっちも9個。なので6センチの18センチ。次にこの部分、台形を作って、その上にまっすぐの部分を編んでいきます。こっちからもまっすぐ編んで、こっちからもまっすぐ編んで、後で縫い合わせます。これからまっすぐ編んでいきます。最後は長編みでも細編みでも大丈夫です。今までと模様を繰り返して、次は細編みを編んでいきます。これからは端に三角を作らずに同じ数だけ編んでいきます。細編みを編んでいきます。
鎖1つ裏返します。根元に細編み、次もで、ここが最後マーカーがついていたところ、ここにも細編み、これで9個、次も長編み、これからは三角を編まないので鎖は3つ、1、2、3、裏返して長編みをしていきます。今ここに鎖を編みました。次はここ、端まで来ました。端も三角を作らずに一つに一つ、次は細編み、また一つに一つの細編みをしていきます。これで端まで編んでいきます。端まで来ました。最後はこの下の鎖の下から3つ目、1、2、3、ここに細編みをします。上が2本、下は1本で細編み、次また長編み、鎖3つ、で裏返して隣に長編み、でこれを端まで編んだらまた細編み、長編み、細編みと繰り返して好きな長さになるまで編んでいきます。でこれはしばらく編んでみて、ここで仮に留めてみて、で肩にかけてみて好みの長さにします。私はこれぐらいもう少し編んでいこうかと思っています。できればこの部分は真ん中ぐらいで縫い合わせるといいかと思います。多少違っていても大丈夫です。上で縫い合わせた方が目立ちにくいかと思います。実際に肩に当ててみて好みの長さにします。まっすぐの部分を8センチ編んできました。ハンドルを始めたところから測ると約26センチ。細編みの数を数えると13。これが13段目の細編み。こっちは長編みで終わっています。こっちは細編みで終わっています。こことここを縫い合わせて、でハンドルを作ろうかと思っています。これは仮に留めてみて、肩にかけてみて、好みの長さにしました。私はこれで少し短めなんですが、使うと全体的に少し伸びるので、最初は短めに作ります。お好みの長さにしてください。細編みで端まで来ました。ここで糸を切ります。
この糸端を使って後で縫い合わせるので、少し長めに糸端を残します。だいたい20センチから30センチぐらい。で、片方長めに残したら、もう片方は短くても大丈夫です。私はこちら側を、ここで結び目を作らないで、このまま引き抜きます。で、裏返します。裏を上にして縫い合わせていきます。内側は表になっています。ここに糸端が両方ともあるので、これを結んでおきます。次から一つずつ2本の糸の下をすくって、向こうも2本の糸の下で、もう一度これでしっかりと止まりました。で、次の2本の糸の下、で、最後はここと反対側はここで、端はもう一回で、しっかりと止まりました。で、これをほどけないように隠します。これでつながりました。また表に戻します。最後に細編みで一周します。全部普通の細編みだけなので簡単です。裏返してマーカーが2つついているところ、この左側からスタートします。新しい糸、
この糸端は後で使います。同じところに針を入れて糸を引き出します。鎖一つと細編み、これが一つ目の細編み。マーカーをつけておきます。ここから細編みをしていきます。まずこの長編みに一つ、この細編みの下と上、次また長編みの端、細編みの下と上で、長編み下と上と編んでいきます。全部同じです。まずこの長編み、なるべく目立たないところに細編み一つ、次は細編みの下、上、目立たないところに入れていこうかと思います。で、次はこの長編みの段、端は鎖になっています。なるべく次は細編みの下、この細編みは少しきつめの方がいいかと思います。細編みの上のところ、で長編み、これを繰り返して、ここもずっと同じように編んでいきます。で、ここでここに一つ、ここに一つ、ここに一つ、様子を見ながら必要なところに細編み一つと編んでいきます。で、ぐるっと編んでここまで戻ってきます。最初のところまで細編みで一周編んできました。最初につけたマーカーのところに最後の細編み、次に針で始末します。少し長めに糸端を残します。だいたい15センチぐらい。最後の細編みから糸を抜きます。で、最初の細編みにつけたマーカーのところ、この2本をすくって針を入れます。最後の細編み、最後の細編みの上から針を入れて、下のこの細編みも通って裏に出します。これをギュッと引き締めます。こんな形になります。あとは裏でほどけないようにします。で、
この細編みをスタートした糸端、これと結んでおくとほどけにくいので、これとギュッと結んで、あと糸端を隠します。で、他の糸端も隠しておきます。こんな感じに出来上がりました。底は丸い形になっています。とても可愛く出来上がったので、違う素材で違う色でまた作ってみようかなと思っています。コットンで作っても可愛いと思います。で、サイズを測りました。上から下まで48、真ん中からは26、横幅は32、この真ん中は65、使った糸は 200g、糸の玉の数で言うと6玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。